カシオ G-SHOCK GMB2100D1AJF を購入したので開封レビュー動画です。早速蓋を開けてみます。クッションが1枚入っており、その下に時計が入っています。樹脂製ではないので、クッションを外した瞬間から時計の輝きが違います。箱ごと持ち上げて少し見てみます。全然輝きが違います。時計の横にあるビニール袋に入っているのは説明書と保証書です。あまりじっくり見ると時間がかかるのでそのまま飛ばします。それでは時計をクッションごと持ち上げてみたいと思います。持った時の重さが樹脂製とは全く違ってすごいずっしりとしています。さすがにフルメタルという感じの重さです。クッションを外してみます。クッションの質感はレインボーの分と同じだと思います。ヘアライン仕上げが施されているベゼルに光を当ててみます。拡大してみますのでしばらくご覧ください。ケースのサイズは縦 49.8mm、横が 44.4mm です。それではベルトを見てみます。ラグの部分は鏡面仕上げで、ベルトやバックルはヘアライン仕上げが施されています。ケースを横から見てみたいと思います。厚さは 12.8mm です。ベゼルの横側とラグから続く面は鏡面仕上げが施されています。その下の部分はヘアライン仕上げが施されています。ボタンは鏡面仕上げです。バックルを外して裏蓋を見てみたいと思います。カシオショックレジスタントメイドインジャパンと書いてあります。あと GMB2100 ステンレススチールウォーターレジスタント20バーなどいろいろな字が書いてあります。それでは腕にはめてみます。それでは3本の比較をしてみたいと思います。まずはベルトの形状から見てみます。定価で20万円を超える G-SHOCK は穴がちゃんと開いています。次は定価 17,050 円の GA2100SR です。上の2コマも少し簡単な形状をしていますし、それ以外の部分は簡略化されています。次は定価 71,500 円の GMB2100 です。1コマの形が樹脂製よりは明らかに複雑な形をしています。20万円する G-SHOCK とコマの形は同じですが、穴が開いていません。カシオーク2機種の比較です。GA2100 とは日付と秒の位置が入れ替わっています。左側の表示も GA2100 が曜日の表示なのに対して GMB2100 はワールドタイムモード、ストップウォッチモード、タイマーモード、アラームモード、スマートフォンと接続中とバッテリー残量の LMH となっています。次は3機種の箱の比較です。20万円を超える G-SHOCK の箱は違いますが、それ以外の2本の箱は全く同じでした。電源を入れて0表示ボタンを押してあります。自分のサイズに合わせた GMB2100 を乗せてみます。 152.8g あります。ほぼ樹脂製の GA2100 の3倍あります。外したコマを乗せてみます。 169g あります。カタログに載っている数値が 165g なのですが、なぜか 4g 重かったです。一応樹脂製の GA2100 も乗せてみます。 51g とカタログに載っている数値と同じでした。ここからは少しだけ機能の紹介をしておきます。通常では曜日の表示がないので、時刻モードの表示を切り替える方法です。A ボタンを1回押すと秒と曜日の表示が出ます。もう一度押すと秒と時分に切り替わります。もう一度押すと元に戻ります。
スマホとペアリングしてある場合はリマインダーが表示されます。次は充電量の確認です。時刻モードの時、モード針が充電量を示します。今は M を指しています。良好充電量中ということみたいです。次は針を一時的に移動する方法です。B ボタンを押しながら C ボタンを押すと、針が画面が見やすい位置へ移動します。もう一度 B ボタンを押しながら C ボタンを押すか、C ボタンを押してモードを切り替えると針が通常の位置に戻ります。最後に夜光を見てみたいと思います。照明がまだついている状態で B ボタンを押したらこんな感じで光ります。液晶の部分が照らされて秒と日付がはっきりとわかるようになります。それでは照明をすべて落としてみます。ネオブライトがついているので明るくはないですが時刻はわかります。それでは B ボタンを押してライトをつけてみます。1.5 秒と3秒が選べるようになっています。初期設定で 1.5 秒になっています。ライトをつけると明るくて時刻がはっきりとわかります。GMB2100D1AJF の仕様を載せておきます。最後に感想です。最初に購入した GA2100 の樹脂製のカシオークからかなり進化していて、ベースの形は同じですが材質がステンレススチールになっていて質感が大きく向上しています。ベルトも穴が開く加工まではできていないですが、ヘアライン仕上げと鏡面仕上げの部分があり、角度によってキラキラと輝きます。機能面ではタフソーラーで電池交換がいらないのと、スマホとリンクすることで時刻修正が簡単にできるようになっています。電池残量の確認も簡単にできるようになっていますが、その代わりに曜日がボタンを押さないとわからなくなっています。今回はこのような仕様なので、いずれ材質にチタンなどを使って無機ガラスをサファイアガラスにして穴の加工もある MRG とかが出そうな気がします。編集版なので購入後1年の感想も一緒に。最初に購入した樹脂製のカシオークに比べて重さや質感が全く違います。ステンレススチールに硬化処理やコーティングなどがないので傷がつきやすいような感じがします。自分の使い方だとアプリが落ちてたりスマホと時計が離れていたりするので時刻修正ができず時間がずれるので、時々アプリと接続して合わせる必要があります。一番気に入っているのは質感もですが、インデックスに縦の筋彫りがあり、ここに光が当たると綺麗な色に発色するところです。満足度は高いので上位モデルを待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。